万が一、この2030年までの間に中国が海底ミサイルとかを台湾に撃ったりとか、そういうことが起きてくると、プレートに影響する可能性が出てくるので、それによっての南海トラフの震源に当たってっていうのはあるかもしれないね。お父さん、はい、先日の地震大変でしたね。もうね、何回もチャンネルで南海トラフのことについては触れてるんですけど、ちょっと改めてまた今回のその地震を経てどうかなと。まあだから前からお話ししてるように、南海トラフ地震の本震っていうのが起きるのは2030年前後であろうっていうことは変わんないですね。で今回のものはまあいろいろと取り沙汰されてますけども、1994年にね一度日向灘の方では起きてるので、その時の地震のねその断層のずれをこうまた少しずつずらしていってっていうような現象かっていうふうに学者も言い始めてますよね。だから皆さんが心配するような感じにはならないと思います、今年は。でもなんで注意報が出たの？だから一番その南海トラフここですよっていうところの西側のギリのところの方で起きてるんですよ、震源が。そしたらこの南海トラフじゃないのっていうふうにしなきゃいけないし、日本って今何でもそうだけど後になってネットとかで突っ込まれるので、これかかってんじゃんっていうふうにして言われた時に責任者が責任を取らされるので、責任回避のための報道多いですよ。責任を回避するための言い訳報道みたいな。だから半年間に至ってはとりあえず地震を気をつけてくださいみたいな話を言うしかないんですよ。でもさすがに地震学者もそうですし、シンクタンクもみんなそうですけども、いやこれは違うよねってみんな思ってる。思ってるけど、誰か違うよって言って本当に本心来ちゃったら、違うって言った人が大変になっちゃうんです。みんな仕事をしちゃうんで、だから、気をつけましょうっていう。だからとりあえず1週間は気をつけてくださいっていうふうな。注意報の上から2つ目ですから、一応注意しましょうっていうことですよね。ただ、そういうことが発生されると次何が起きるかっていうと、夏の海で行われるそのイベント、そうですよね、全部中止になっちゃうんです。それがだからちょっとどうなのっていう。経済の打撃がね、もうとんでもないですもんね。僕の、っていうかね、ユイガノも含めてのバンドのギタリストのね、サミ君っているけど、サミ君の地元のね、徳島の阿波踊りはやるそうですけどね。そうなんですね。でもね、本当に最大限注意して開催してくれる分にはね。だからそういうことでね、経済の損失を起こしてどうするんだっていうこともあるし、徳島みたいにいやそういうことにね振り回されないよと、何かそこであったら誰かが責任取ればいいじゃんっていう、そういうお得意があるわけですよね。というようなねところもありますが、でも基本的にはもうみんなビビっちゃってるから、いやもう今年の夏はやめておきましょうっていうね。特に海系は多いかもしれないね、中止はね。っていうね。確かに。そういう意味ではもう一回言いますけども、今年はそういう、南海トラフに関してのね方針は僕はないというふうに思っていますので、これ僕もあくまでね僕の意見ですけども、そんなに騒がない方がいいような気がします。がですよ、どこまで言及していいかわかんないけども、やっぱり台湾の問題があるじゃないですか。今その台湾と中国のね、均衡すごく問題があるんで、万が一この2030年までの間に、中国が海底ミサイルとかを台湾に撃ったりとか、そういうことが起きてくると反対側ですけど、プレートに影響する可能性が出てくるので、それによっての南海トラフの震源に当たってっていうのはあるかもしれないね。で誘発されちゃうことがあると思う。けども皆さんが考えるような津波がドーンってくるとか、名古屋も大阪も和歌山もね、全部壊滅するようなってことはない
ってことは言ってます。僕の事情筋がそういうふうに、お前の事情筋どこだって言っても、皆さんには見えないところにあるんですけども、そういうふうに言ってます。5以上は来ないかなっていう感じがします。で、現在の建物ってそんなに弱くないんでね、まあ注意すればね、大丈夫だと思うので、そこはあまり心配はしてないんですが、ちょっと話戻りますけど、台湾有事に関してが、もう逆に気をつけた方がいいかなっていうの。地震よりも。はい。もし台湾有事が起きたら海上封鎖を行われるので、実はその方向から入ってくる輸入品が全部取れなくなる。止まっちゃうっていう可能性があるんですよ。これは2年ぐらいの間に起きる可能性は十分ある。なるほど。じゃあ本当に、まあ、災害のための、まあ、単純に地震ではなく、いろんな災害のための備えをしておくっていうことは必要そうですね。まあ、直接例えばそれが日本が攻撃されるのかとか、沖縄がどうかとか、以前に輸入が止まるっていうことは、今日本の食料自給率は、まあ 38% なので、途端にね、食べ物が行き届かなくなる。で、なおかつ、まあ去年かな、コオロギとか、そういう、いわゆる昆虫食を、国がいろいろと進めてきてたのは、そういう流れもあるんですよ。これ決して言いませんけどね。そういうことは国は言わないですけども、あそこは、皆さん気をつけた方がいいし、気をつけるというのは要はその台湾有事ね、気をつけた方がいいし、皆さんもそうだと思いますが、農家の皆さんもそうですが、当然 38% とは言っても、収穫するのは農家ですから。それは当然自分たちが食べるものは確保して世の中に出しますから、38% よりもぐっと下がるんですよ。それはまあ当然第二次世界大戦の時もそうし、江戸時代の時もそうですけれども、日本へそういうことが起きているので、だからお金があるからとかね、そういう問題じゃないし、で、一度その輸入が止まると結構長引いてしまうから、備蓄以前の問題になってくるんですよね。もう長期にわたってくる。なりますね。台湾有事になったらね、長期も1年2年って普通になってくるので、だから、ぜひね、皆さん自信あるの気をつけてほしいのはそこなんですよ。僕に言わせると、自給できるような状況を作っていく方が大事じゃないかなと思います。例えば畑をね、僕らが以前いた藤沢市なんかはね、自分たちで畑やってくださいっていうような、レンタルのね、推奨、市でもあったんですけども、そういうところを探してね、自分たちで食料自給できる状況とか、なるべく海外の製品に頼らないっていうようなところの対策は、マジでやってった方がいいような気がするよね。そっか、もう1年2年なんて備蓄できないですもんね。難しいし、またそういう備蓄って話になると、まあ販売してるものをね、今回のヒューガナダもそうだったんですけども、一気の水がなくなっちゃうじゃないですか。それが危ないんですよ、パニックっていうのがね。で、何の準備もしてないで、パニックに陥るのが一番良くないので、これはもう本当にね、少しずついろんな人たちが言い始めますが、食料に関してのね、自分たちが生活していくための、なるべく自己責任でできる自給の仕方っていうのは考えていかないといけない時期だなっていうふうに思ってます。それは、原因は台湾有事があり得るっていうことですよね。そこに繋がってるとは思わなかったね。でもそういう考えたことない？もしそうなったらどうしようとか。海外でもそうだったじゃないですか。いろんな海峡とかがね、封鎖とかあったから、そういうのも含めて、確かに長い目で見るとしっかり自分でこうできることはやっていかないとなっていうのはありましたけど。まあでも東京もね、首都圏みんなそうですけども、ちょっと離れるとすぐいくらでもね、畑はあります。ただ、じゃあそうなったらすぐ植えればいいということじゃないので、やはりその農作物に応じての微生物とかね、その土壌の問題があるから、そこから急に始めても間に合わないんですよ。だから本当はやっぱり農水省も含めてね、国がもっとこういうところに目をつけていかなきゃいけないんだけども、今それどころじゃないじゃないですか。政権の問題もいろいろあって、大統領選もあってと、みんなそこに目が向いちゃってるんで、僕はあえて言いますが、もうちょっと自分たちで自給できる状況を作っていく体制作りっていうのをね、私たちが始めていけば、またみんなどんどんそれを飛び火してってね、国も動くと思うのでね、これはね、皆さんネットで叩いてもいいし、いろいろ聞かれてもいいと思うんですが、
台湾有事が起きた時の日本の輸入が止まるっていうのは、これ決して大げさなことじゃなくて、みんなそれ、周知のことなので、ぜひそこは、危機感を持っていただきたいですね。だから、今の日向灘のね、今回の地震と南海トラフに関しては、僕は全く関係がないと思っているので、そこを心配するのではなくて、またちょっと違う部分がすごく今回気になったなっていうことですね。まあ、ちょっとこれ余談ね、もしかしたらこれ切られるかもしれないけど、その後に関東でも地震あったよね。関東、はい、ありましたね。あれも謎じゃない？はい、めっちゃ謎だった。その後余震とかないもんね。確かに。ですぐに気象庁も含めて関係ありませんっていうふうにすぐ出たもんね。早かったね。もっとちゃんと調べるということですけどもね。まあそのようにね、その地震自体も地震っていうのは当然、大陸のプレートのね、ずれから来るその圧力ということは皆さん分かってますが、それ以前に海底で例えばそのミサイルを撃たれて、そのことによって起きる地震っていうのも普通にありますのでね。だから今後はですよ、その台湾有事の話にちょっとまた戻りますが、地震が全てプレート地震で起きるものではないっていうことは頭に入れた方がいいかもしれないですね。やはり今後っていうのは私たちの想像を超えた自然災害も巻き込まれていくような有事っていうのも出てくるので、あんまり僕はそこで言及することではないからね、あくまで注意喚起で言いますけども、もっと皆さんも自分の目で、おしゃべりになって、もう少しね、その災害とか今後起きることに対する、危機感みたいなのをね、強めていただけるとね、いいかなっていうふうに思いますね。もし万が一起きたらどうする？それ、台湾有事。明日起きるとか。明日起きる？すぐ止まりますよ。全部すぐ止まります。どうしたらいい？まずお父さんに LINE する。LINE するね。まずね、どうしよう、怒ったねっていう話をして、ちょっともう海外に行くとか。でもさ、空港も全部それって閉鎖されるんじゃない？閉鎖はしないです。しない。閉鎖はしないけど、殺到するよね。殺到はするけど、閉鎖はしない。何が一番効果的なの？そういう時は。まあ日本から離れる。だよね。日本から離れるしか思い浮かばん。でも離れられない人もいっぱいいるわけじゃない。お仕事の関係とか。もっと具体的に言うと、台湾有事が明日明後日ということはないです。ないね。なぜかというと、もし台湾有事が起きるのであれば、船舶が止まるんですよ。まずね。戦争ってね、皆さんが想像している以上に簡単に起きないんです。そうですよね。戦争起きる前の前触れは必ずあります。当然、アメリカで言った NSA とかね、国家安全保障局とか、日本でいう、いろいろな公安も含めて、全部後ろ繋がってますから、これ戦争起きるよっていう半年前にはもう分かってますよ、みんな。どういう現象が起こってくるの？まず船の船舶が危ないから、一般の船舶が止まってきます。いきなりだからいろんなニュース見てて、あれ、商業船が止まったとか、港が閉鎖したってことが起きたら、やばいと思ってます。もうそこからもう動き出した方がいい。一気には全部止められないから、ちょっとずつ止めていくんですよ。当然。だってそれ一般商船がね、通ってて、被害に巻き込まれたらもっと大変なことじゃないですか。で、向こうとしても一般商船巻き込みたくないんですよ。それやった瞬間から国際問題になっちゃうので、だからそれは撃つよっていう前触れは話をしてくるので、当然これ海の問題ですから、海の部分での商業的なルートが止まったり閉鎖されたりということは戦争の背が出る前に起きます。前触れあります。そこはいつも気をつけて見てるといいかもしれないですね。で、そうなった時に一番じゃあ国内でできるないから困ってるんですよ。ないからコオロギ食まで行くわけですよ。なるほどですね。やりようがないんです。まあそんだけ私たちは頼ってるんですよ。そうですね。他のものに。で、そんだけ海外のものに私たちは染まってるんです。だからまあ冗談抜きで出られる人は一時的にですよ。その自分たちの避難場所を海外にね、もし持ってる人はもっといいかもしれないね。僕はだいたい1年後ぐらいかなって見てる。今の流れで見ると半年はまずないじゃないですか。閉鎖も何もないから。で、いろいろ、僕もいろいろ外務省も含めていろいろあっちこっちのホームページいつも見てるんですけど、
一切そういう流れはないので、そういう時1年ぐらいないんですよ。例えばどっかの国で、こういうことに対して規制しますとか、いわゆる戦争に関する規制、これ言えないんだけども、今度スタッフと相談して、そのホームページの見方も教えますが、多分言っちゃダメなことはいっぱいあるかもしれないので、そこちょっと精査した上で話をしますが、あります。各国のその危険国と言われている国のホームページのチェックの仕方、ちゃんと国って発令はしてるんですよ。日本国もそうですけど、コロナの時もそうだったでしょ。そういう部分で見ていきながら、これ1年はないなとか。でも、例えばそれが上から数えてレベル4ぐらいの危険度で来た時には要注意。1年あるよとか。3番目だったらちょっとそろそろやばいよと。もう危険度上まで2番目まで来てたら、これは半年以内間違いなく起きるから、すぐ準備しましょう。当然それはいろんな国の人たちがいて、いろんな階層の人がいるので、そういう人たちに対する暗号でもあります。危ないよっていうね。分かる人だけは先に読み取ってねっていうのがそういうふうにあります。そういう帝王学があります。すいません。そうだよね。これ以上は言えません。言えませんけど、見方があります。だから僕はもちろんその霊的なことも含めてね、妄想も含めて、皆さんに話をしますが、妄想だけではやってないです。いろいろなところの情報網を使って見てる。でそれが、皆さんに見えない情報網もあれば、皆さんが調べればわかる情報網もあるので、今後そういう災害対策に対するね、いわゆる戦争とかも含めての対策に対する、情報の取り方みたいなのをいずれね、知りたいですね。できるね、交渉できるバンバンやりそうだ。出せる範囲でね。でもお父さんの方があれだよ、世の中のパトロールはもうすごいよ。俺オタクだからさ、そうだね。調べ始めるとね、すごいんだよ、ニッチなところからね。いずれにしても話もまとめます。南海トラフは今年はあります。安心してください。が、ここ2年ぐらいまでの間には、台湾有事があって、それに伴う食料危機は、僕は来ると思ってます。80% 以上来ます。だから、みんなで考えていきましょう。このチャンネルでも、こういう方法がいいよとか、こういうものを育てるといいよとかっていうね、そういうのがね、発表していけたらね、報告していけたらいいなというふうに思います。楽しくね、安全に過ごしていけるように皆さん頑張っていきましょう。